こんにちは。今回は裏英国の蛮流、いわゆる裏万丈編成難易度低め攻略解説していきます。制限時間付きの万字チャレンジにも対応してます。パーティーはこちら。スパイファミリーの夜とロイド。正直規制はあまりないですが、今回はこれでやっていきますね。パーティー画像ではリーダーがロイド、フレンドが夜になっていますが、逆でも OK。 持っている方をリーダーにしてください。最初にスキル遅延されるので、フレンドにも遅延耐性がにつけられているものを選んでください。続いてサブ1体目はベッキー。同じくスパイファミリーの低レアキャラで所持率も高そうなので使いました。このダンジョンでは要所要所に対策必須の発狂攻撃があるので、その都度このベッキーの軽減スキルで耐えます。微妙に火力枠にもなります。便利なキャラです。次はルシャナ。半年くらい前にも配布されましたし、昔の降臨キャラなので取りに行くのも簡単です。その割には1体で弱体化ドロップ、操作時間、暗闇などいろんなギミックに対策できて、意外と万字のような高難易度に刺さります。スキルブーストも大量に漏れて、まさにこれも便利。3体目はソニアクレア。極性ヤオソニアですね。6階の三蔵法師がアシストを剥がしてきて、これをなんとかしないといけないです。そのために得る自覚性を持ったキャラが必要で、最近強化されていた青ソニアを採用しました。操作負荷耐性を素で持っているのも強くて、スキルは使わないものの今回のダンジョンで刺さります。いつの間にか浮遊もついていたので火力も十分。緑ソニアでも似たようなことはできますが、火力が違ってくるのと HP が大きく下がるので、今回は代用はなしとさせてください。最後のサブは水のダンタリオン。ここもいつの間にか覚醒スキルに浮遊がついていて、火力がソニア以上に出せます。そして何よりスキルが強くて、3ターンに1回ルーレットを作れます。これとルシャナをセットで使えば盤面をほぼ自由にいじれるってわけです。フェスゲンが2連続ですみませんが、昔のキャラなのでどうかお許しを。次にサブのアシスト解説。ベッキーはインドラのブローチをアシスト。役割は最初の変身までの時間稼ぎのための軽減スキル。スキルブーストを1持っていて、同時に覚醒回復までしてくれる武器はこれとウルトラマンベリアルくらいしかいませんでした。ルシャナのアシストはエキドナ。いつものやつです。ほとんどの敵に威嚇は効かないものの、引きさえすればやっぱり最強。今回の立ち回りでは10ターンで打てることが重要なので代用はありません。ソニアのアシストはメイメイトータス。7月に交換できるキャラです。ここだけ編成難易度がぐっと高いかもしれませんが、スキル、覚醒スキル全てが気持ちいいくらいに噛み合っているので、今回はこれを使います。この編成を組むためだけに交換しろとは言いませんが、2ターン無効スキルは結構強いです。今後も悪さができる可能性があります。ダンタリオンのアシストはスレッタ。ガンダムコラボの降臨キャラでした。3階ファガンの軽減剥がしの後の先制攻撃、俗に言うマイネクロネムーブの対策として2ターン以上の激減スキルが必要です。チーム HP 強化が2個あるのも優秀で、これがないと一部の攻撃が受けきれません。得る自覚性が1個あるので、これも火力アップにつながります。代用キャラはキャプテンアメリカ、バレンタインイデアルが使えます。もうちょっと妥協してチーム HP 強化を他のアシストで補えれば、フレイザード、ディステル、ラフィーネとかでも代用できます。リーダーフレンドのアシストは替えが利くので、そこをちょっと変えてやれば OK。 そのリーダーフレンドはハーテイ、ビッグマムの武器を使っています。ここで欲しいのは本体の火力補助のための3色攻撃、コンボ強化などの覚醒、それと弱体化目覚めに対応するための各色ドロップ強化です。光、闇はメイメイトータスが持っているので、ここで欲しいのは火と水のドロップ強化2つ分。アテン武器とか操作時間も漏れて強いです。今の編成ではスキルブーストが減ってしまうアーテイを使っているので、フレンドにはそれを打ち消すためのスキルブースト付きのビッグマムを使っていますが、アーテイを何かに変えればそのスキブも必要なくなります。いろいろ代用はいるので探してみてください。じゃあ実際にダンジョンに潜って立ち回り解説していきますね。始まる前に注意。今回の編成は時間管理がかなりシビアです。途中の兆候はなるべく控えて、パズル時間も取りすぎないようにしてください。まず1回、キョンシーが4体出現します。
最初から変身できません。変身までまずインドラのスキルで2ターン耐えます。途中の回復は不要。動画ではそれなりに組んでますが、3色だけ組んで時短しましょう。平原が切れたら液ドナで左3体の動きを止めてまた耐久します。このターンは回復を含めてください。全部の階層で言えることですが、回復するときは基本的には4個消しを意識しましょう。溜まったので変身します。積み立てですが回復なしでもギリギリ耐えられます。あと1ターン耐久します。回復4個消し5コンボで耐えられます。このダンジョンではほぼ全ての階層で共通して7ターン目に発狂します。一番右の敵が発狂ギリギリなのでルシャナ打って5個消し4セットで突破です。この時回復も含めると次が楽になります。2回はオーガが3体出現。出てくる敵はランダムで敵によって先制攻撃が変わります。まずロイドを変身、それで2ターン耐久します。今回は HP がマックスだったので3色だけ組んでますが、前で回復できていなかった場合はハートも一緒に消してください。もう1ターン、回復4個と3色の4コンボだけでも大丈夫。コンボ現象があるときは思った以上に回復しないので動画みたいに余分に組んでください。夜が溜まったのでそれでも交換通して全力です。敵のランダムな先制行動のうち夜の攻撃力減少とコンボ現象が重なった時は火力が厳しいです。水と闇の L 字は意識してコンボしましょう。3階は闇火岩、先制回復花火、鬼畜です。ここで使えるのが命名到達。3色陣を作ってコンボします。この時少ない色をまず横に並べて、その後に残り2色を交互に敷き詰めていくのが結構おすすめです。なんかずれて一部5個消しできていませんが、なんとか10コンボ。超根性が発動します。盤面小さくされます。このターンは攻撃できないのでメイメイの無効ターンを生かして1ターン受けます。1コンボでいいです。耐えれたら76盤面に戻るのでタンタリオンの上のスレッダーを打って突破です。このファガン、今回はメイメイの無効スキルで受けたのでなんともなかったのですが、本当は超根性が発動した時に300万食らうんですよね。序盤から本気っぽいです。倒すと死に際にバインド。この行動のせいでリーダーフレンドの軽減が剥がれて次の階層で先制攻撃。そのためのスレッタですね。この階層では木と光の諸活量がランダムで出現しますが、どちらが出ても変わりはありません。左の2体使って攻撃します。そんなに硬くはないので無理なく突破できるはずです。5階はスターリングとスワローテイル。ここもどっちが出てもワンパンするだけです。スワローテイルの方がちょっと硬いのでしっかりコンボしてください。6階は光か闇の三蔵法師が出てきます。光の方はボターンのアシスト剥がし、その状態から雲を作ります。5ターン悠長に待ってたら即死攻撃で負けるので、まず 1,2 ターンで L 字を複数組んで素早くアシスト回復します。攻撃するターンに夜も使って火力アップさせた方がいいでしょう。動画でやっているようにアシスト回復しながら突破するのもいいのですが、アシストが剥がれたまま突破すると事故るので注意です。
闇の方も同じような行動をしてきますが、こちらはワンパン必須です。1ターン目に夜を使って全力でエルジを組みに行きましょう。止めさせていただいても。7階は花崗トン、観念、馬長のどれかが出現。どれが出ても大した差はありません。先制で回復が消されて盤面の大半が消せなくなるので、まずダンタリオン。ルーレットから回復を取り出して3色消し。その後はしばらく耐久です。敵ドナのスキルターンがあと4になるまで耐久してください。回復が少ない場合は盤面からいらないドロップを一掃しないと回復が欠損して負けます。なるべく1杯消してください。途中で1回消せない状態にされますが、ダンタリオンは使わず無視して3色消ししてください。いいくらいに溜まったのでリーダーフレンド使って突破していきます。終わりにしよう。8階層は挑戦、芝居が出現。挑戦の方が圧倒的外れ。ベッキーだけ使って早速倒しに行きます。放置してると爆弾まみれになってパズルができなくなるので、確実にワンパンが必要です。盤面依存になるので若干不安定ですが、盤面が悪くても闇を L 字にしたり配置を意識すればワンパンは狙えます。芝居はボーナスステージ。攻撃ターンにかなり猶予があるので1コンボしつつ整地しています。1コンボは2回、その後に0コンボで暗闇が降らないようにします。その後最後のターンに全力パズル。水をあらかじめ右下に置いておいたのでパズルがかなり楽です。そうすると超根性で耐えられますが、アトロイドのウインチだけで倒せます。ベッキーを使って3色と回復だけ消してやります。暗闇がありますが5個消しも一切必要ないので簡単なはず。9階は最有機の3体が出現。どれも先制で300万ダメージを放ってきます。この次に攻撃はないのでまずずらし、リーダーフレンドがヘイストされるのでそれとダンタリオンを使います。ヘイストターンはランダムで、今回はロイドの上のアーテイまで溜まったので花火対策できていますが、これを使えなかった時は必ずルーレットの位置を気にしてから動かしましょう。操作時間が足りなくて3色消せません。攻撃を食らった後は液ドナで動きを止めて1コンボを3回。その後に3色でとりあえず受けます。この時火と光、回復を優先的に消してください。火と光が回復に変えられて攻撃色が残りました。あとは溜まった夜を切って倒すだけ。止めさせていただいてもよろしいでしょうか。サボ城は盤面を水闇の二色陣にしてきます。この後も容赦ない攻撃が続くのでダンタリオンのルーレットを使って1ターン耐久します。もう一度
耐久。その次に遅くとも液ドナが使えるようになるので威嚇します。何もしてこない3ターンは1コンボでもいいのですが、次に組みやすくなるようにドロップ5個をまとめて近くに置いておくといいでしょう。最終ターンに用意しておいたドロップで攻撃ワンパンできます。孫悟空は毎ターン属性吸収してくる敵です。ルーレットは鬱陶しいのでダンタリオンで消すとして、ここでも耐久です。3ターン待ってください。その後に液ドナ。悟空はちょっと闇軽減があって硬いので液ドナで遊べるターンは2ターンまで。その後2ターン使って確実に倒します。もちろんワンパンでもいいですよ。10回はボルスーンが出現。盤面が小さくなるのでロイドで元に戻します。前に夜を使っていなければそれも使って、その間に盤面チェック。ボコ消しを6セットできそうならベッキーを使って攻めに行きます。無理ならしばらく殴り合って再度貯めますが、そうすると時間的にちょっと厳しくなっちゃいます。それで動画ではボコ消しを7セット、さらに落ち込んで8セットになってとんでもない火力になってますが、ここまでする必要はありません。闇碁さえ含めれば6セット消すだけで夜の火力だけで倒せます。11回は三国志の3体が出現。曹操は消せない状態と操作時間減少。ダンタリオンとルシャナで返せます。属性的に倒しやすいのもあって完全に当たり敵です。孫権はちょっと硬いだけ。硬いとは言ってもワンパンできないラインではないですし、無理でも3ターンも待ってくれます。こちらも楽勝。劉備だけ少々厄介。属性相性も悪くて攻撃力も下がってめちゃ硬いです。さらにはワンパンしないと即死。ここはダンタリオンとルシャナのスキルで伸ばした操作時間とルーレットをフル活用して大量に5個消しして無理やり倒します。12回は2色の関羽が出現します。どっちが出ても立ち回りは変わりません。ロイドの属性吸収無効スキルがたまるまで耐久します。その前にダンタリオンの上のスレッダがたまりそうなら1回ここで空打ちしておきましょう。ここの耐久では敵の攻撃で盤面妨害もあるので回復欠損しないように多めに消すことを特に意識。3ターン目だけは敵の攻撃がかなりでかいです。 HP を満タンまで回復してギリギリ受けられる調整にしているので、ここだけは回復ドロップも多めに消すこと。ロイドが溜まったので夜と一緒に使って攻撃します。終わりにしよう。13階は風神雷神竜魔王のどれかが出現。風神雷神の時は劉備の時と同じようにダンタリオンとルシャナでルーレットから色を取り出して攻撃します。風神はだいたい L を1個含んで火と水と闇をちゃんと消して5個6セット。雷神は5セットで OK です。風神はサブの攻撃力が下げられるのでちょっと要求値が高いです。問題はこちらの牛魔王。
覚醒スキルが効かなくなるので、再度ロイドのスキルをため直して属性吸収無効スキルを打たないといけません。ボターン耐久が必要で倒せはしますが、称号チャレンジ的にはこれが出ると時間が一気に苦しくなります。頑張って最速で3色、ただし失踪しないように盤面をたくさん消して耐久します。ロイドがたまれば夜とセットで打って攻撃です。終わりにしよう。ボスはダメージ無効、ルーレット、盤面縮小とやりたい放題やってきてしばらく攻撃できません。このターンは攻撃を諦めて耐久します。3色消しで耐えましょう。このターンもどうしようもないです。もう1体です。3ターン目も攻撃できませんが、この次に発狂が来ます。最初の方で使ったメイメイをもう一度ここで使って弱体化ドロップだけ処理。発狂攻撃が来ますが無効化。そうすると最初の面倒なギミックが全てなくなるので、ここから攻撃に転じます。だいたい L なしでおこけし6セット、それか L 込み5セットでいいくらいまで削れます。あまりにも盤面が水と闇に偏ったりした場合はあえて控えめに、とりあえずこのターンでは絶対に倒さないようにしてください。次のターンに夜を使って全力コンボ倒しに行きます。ボス第2形態に変身しました。ここはダンタリオン、ルシャナのルーレットパズルでまず大ダメージを与えます。できればボコ消しを7セット、少なくとも6セットは決めてほしいところ。暗闇目覚めを消すための十字は組みにくいのでひとまず無視して OK です。それより火力、うまくいくと 30% から 45% くらい削れるはずです。で、ここから大切なのが5ターン目に超根性を発動させること。それより早くても遅くてもダメです。それまでの3ターンは超根性を発動させないように HP を削りつつ十字を組んで暗闇を消します。大体の火力目安はこちら。代用とか消し方次第で変動はしますが、大体これくらいです。大きく削りたい時は6セットと変える字で、5セットだけだったら極小ダメージで調整できます。5ターン目にはベッキーと夜ロイドを使って水と闇をたくさん L 字も意識して超根性まで削りに行きます。今回の動画では余裕があったのでロイドを使うのを忘れていました。その後はたまり直したダンタリオン、ルシャナを使って5個消しを7個作って一気に倒します。その時の目安がこちら。敵が属性変化しますが、その色によって火力が変わるので注意。水と闇は L 字絶対、あとはヒドロップをどうするかってところですね。あと一歩なので落ち着いてパズルです。最後はゆっくりパズルだったので時間がギリギリでしたが、こんなパーティーでもクリア可能なのでキャラ所持率が少ない人はどうぞ試してみてください。ではご視聴ありがとうございました。